みんないらっしゃいなのだ。今日のナビゲーターはずんだもんなのだ。今日はきらめく海と白い砂浜が魅力のバハマにずんだもんがご案内するのだ。実はね、バハマにはとっても面白い豆知識があるのだ。なんと、野生の豚さんたちがのんびり海水浴を楽しんでいる夢みたいなビーチがあるのだよ。びっくりなのだ。豚さんと一緒に泳ぐなんて楽しそうすぎなのだ。そんなバハマから今日はとっておきのニュースを3つご紹介するのだ。中でも特に注目なのが3つ目のニュースなのだ。副首相、政府による GB 空港資金確保を表明という記事なのだ。サウジアラビア開発基金がグランバハマ国際空港の建設に資金を振り向け直すことに合意したんだって。もともと別の空港向けだった資金が回ってくるなんてちょっと複雑な事情がありそうなのだ。でもね、この空港、2019年のハリケーンでひどい被害を受けてから再開発がずっと遅れている問題児なのだ。野党からは、空港はグランバハマの未来への玄関なのに、いつできるのか、いくらかかるのかもわからないのは困るのだ。で、批判の声も上がっているのだ。一体どうなるのか、みんなで一緒に見ていくのだ。動画の続きが気になる人は、ぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくなのだ。それじゃあ、早速本編を見ていくのだ。カリブ海の美しい島々からなる国、バハマをご紹介するのだ。アメリカのフロリダ半島の南東、大西洋に浮かぶこの国は、700以上の島と2000を超えるサンゴ礁から成り立っているのだ。首都はニュープロビデンス島にあるナッソーで、色鮮やかな建物が並び、活気に満ちているのだよ。かつてはイギリスの植民地だった歴史を持ち、現在はイギリス連邦に属する立憲君主制の国なのだ。エリザベス女王が元首を務め、議会制民主主義が機能しているのだよ。人口はおよそ40万人と、比較的少ない国なのだ。主要な産業は何といっても観光業で、透き通るようなエメラルドグリーンの海と白い砂浜が世界中の人々を魅了しているのだ。金融サービスも盛んで、経済を支えているのだね。陽気なカリブの文化が根付いていて、シャンカヌーなどのお祭りは本当にエネルギッシュなのだ。近年では、地球温暖化による海面上昇やハリケーンといった気候変動問題が深刻で、環境保護への取り組みが注目されているのだ。美しい自然を守る努力が続けられているのだよ。一つ目のニュースなのだ。首相、労組に政治介入控えるよう求めるという記事なのだ。リック・デイビス首相は総選挙を前に労働組合に政治の駒に使われるなと警告したのだ。首相は野党党首が政権を取れば公務員を削減すると主張しているのだ。これは政府と教師、公務員組合の間で賃上げ交渉が難航する中で出た発言なのだ。首相は現政権が毎年賃上げを行い、教師の初任給を$3000以上増やしたと実績をアピールしたのだ。野党は過去に2000人以上の公務員を解雇した前例があり、小さな政府という方針は人員削減につながると警告したのだ。組合は約束された賃上げを求めデモを言っており、首相はクリスマス前の支払いを約束しているのだ。だが、組合は賃上げ決定の公平性も要求しているのだ。デモには野党も参加し、一部の学校で混乱も起きているそうなのだ。労働組合は誰が本当に味方なのか慎重に見極める必要があるのだ。二つ目のニュースなのだ。副首相、エグズーマ投資家紛争で政府は屈しないと表明という記事なのだ。エグズーマの投資問題について副首相のチェスター・クーパーさんがとっても大事な発言をしたのだ。政府はね、どんな投資家さんにもいじめられたり言いなりになったりしないってきっぱり言ったのだ。タートルグラス開発とローズウッドプロジェクトは一緒にうまくやっていけるって考えているけれど、政府は自然環境を大切にする気持ちを忘れないのだ。エグズーマの人たちの生まれながらの権利は絶対守るって約束したのだ。ローズウッドプロジェクトはもう着工したのだけれど、
反対しているグループは、こんな大きなプロジェクトは美しいエグズーマの自然を壊しちゃうって心配しているのだ。特にタートルグラスリゾートのオーナーさんは、綺麗な海やサンゴ礁、ウミガメさんたちの環境を守りたいから、ローズウッドのサービスドッグには強く反対しているのだ。環境の専門家さんも、潮の流れが変わったり、危ない状況が生まれる可能性を指摘して、環境承認を止めてほしいって訴えているのだ。でもクーパーさんは、エグズーマの経済はとっても強いって教えてくれたのだ。サンダルズ、エメラルドベイがビーツ、リゾートに生まれ変わって、来年には1億5,000万ドル以上の大きなプロジェクトとして動き出す予定なのだ。これがたくさんの仕事を生み出して、エグズーマ全体に良い影響を広げるって期待されているのだ。他にも、エグズーマとそのケーズには約20億ドルの新しい投資を呼び込んでいて、消防車や救急車の寄付、ボランティア消防隊の設立など、地域を全力で応援しているのだ。政府はエグズーマの明るい未来のために頑張っているのだ。3つ目のニュースなのだ。副首相、政府による GB 空港資金確保を表明という記事なのだ。サウジアラビア開発基金 SFD がグランバハマ国際空港 GBIA の建設に資金を振り向け直すことに合意したのだ。もともとエグズーマとのスエレウセラの空港向けだった資金は他の方法で確保できたからなのだ。副首相のチェスター・クーパーさんはエグズーマのジョージタウン空港ターミナルが再開し、滑走路の改修も進んでいることを発表したのだ。でも GBIA は2019年のハリケーンでひどい被害を受けて2億ドルをかけて再開発する計画だけど、ずっと遅れっぱなしだったのだ。自由国民運動 FNM のマイケル・ピンタード党首は政府の GBIA 再開発の遅れや資金調達の状況がはっきりしないことを強く批判しているのだ。空港はグランバハマの未来への玄関なのに、いつできるのか、いくらかかるのかもわからないのは困るのだって言っているのだ。政府は2025年4月までに新しいターミナルを約束したけど、全然進んでないからみんな不安になっているのだ。美しいバハマは気候変動や政治、経済、開発など多くの課題に直面しているのだ。皆の声を聞き、政府と国民が手を取り合って美しい自然と豊かな生活を守るのだ。ズンダモンも応援するのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。